ジャパンフォワードのコーポレートプレイブック by 牛島慎、ナビゲーターの田村あゆちです。第6回目のテーマは日本が買収される時です。弁護士で人気作家の牛島慎さんと経済ジャーナリストの加藤博則さんにお話を伺います。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。加藤さん、ありがとうございます。さあ、牛島さんは4月にこちらの新しい小説日本買収段階の天命を幻冬舎から出版されました。おめでとうございます。ありがとうございます。加藤さん、改めてお礼申します。というのはですね、加藤さんが関わっている。私これはですね、ジャパンインデプスっていうサイトに連載させていただいて、安倍さんという方がやってらっしゃるサイトなんですが、で、そこに今改訂前のやつですね、はい、大幅に改訂する前のやつを、できたところで加藤さん読んでくださったんですよ。で、加藤さん曰くどうぞ。私はですね、はい、一刻も早くこの本を世に出すべきだと、そう牛島先生に伝えました。今多くの人が読むべき本だと。読むべき本だと、まさしくそうです。それはまたなぜですか。まず、今までバブル崩壊以来失われた30年ずっとそれを脱出するために苦しんでたんですよね。その処方箋がここにあるなと思ったんですよ。いいこと言いますね。日本経済の処方箋があると。そうなんです。でも結構な劇薬ですよね。劇薬で本にも書いてるんですが、主人公は三野さんとしていいんですかね。ある意味で日本経済、日本の作り上げたものを裏切り者という表現がありましたね。はい、あります。私は裏切り者にやってもいいんだと、もうそれしかないなと思った。それ一つの大きなで、また現実的にですね、セブン&アイが当時買収されるんじゃないかと。セブン&アイ、セブンイレブンですよ。これが買収されるんじゃないかと。それがもう間近に迫ってたんだけど、もうじゃあこれはもう逃れられないと。さあ我々どうするんだという思いがあってですね、この本これだと、ついにまた面白いですね。すいません。そうですか。それ最後の後ろの3分の1に非常に凝縮されてるんですけど、本当そうで、一気にね、そこに凝縮されて、一気に読みました。やっぱり最後のところに牛島さんの熱い思いが込められているんですよね。で前半は割と日本戦後経済史、これ以外に面白いんです。そうなんですよ。落語と称してですね、その花の女王という女性が出てくる、75歳と77歳の男性との恋物語なんですが、その77歳の男性が巨大な不動産会社の長老なんですけども、その方がどうしてもあなたに会いたいと言って、会いに見えたその女性、75歳の花の女王ですねに、自分なりの日本戦後経済史を語って聞かせる。でそれを私の落語を聞いてくれるかいって言って話をするんです。でそれが第一の敗戦の1945年、第二の敗戦の1985年プラザ合意および翌年の半導体協定、そして今加藤さんおっしゃった2025年の、このセブン&アイの買収未遂、これ未遂で終わることか分かりませんけれども、そういう発展で、私は外資に日本企業は次々と買われることになるのではないかという思いを込めたつもりです。ここにやはり日本が生まれ変わるためのシナリオが描かれているということですが、そもそも牛島さん、日本の巨大企業何が問題だというふうにお考えなんですか。幹部従業員共同体、共同組合、これ私の実は造語なんですが、端的に言うと今の社長が次の社長を決める、そしてその社長はまたその次の社長を決める、これで30年やってきたんですよね。これは紆余曲折があった果てに起きたことですけれども、あれは良くなかったと。で今も続いてる。それが日本の活力を失わせたんじゃないかなっていうことで、幹部従業員協同組合からどうやって脱するか。でも脱する前に買われちゃうんじゃないかっていうのが私の現在の心配です。買収されてしまうのではないか、ということですね。そうです。
幹部従業員協同組合、はい、加藤さんはいかがですか。私もですね、比較的全国紙と言われている新聞社に勤めてまして、そこもある意味では幹部従業員協同組合だったなと今なってよくわかります。なるほどね。今の会長が今の社長を私が選びましたってことを会社のホームページで言ってました。去年一昨年のことです。なるほどね。でおそらく日本のサラリーマンがみんなそう幹部従業員協同組合みんな心当たりあるんじゃないかなと。その形としてははい上場した株式会社ではあるけれども、実質は違うそうです。ということなんですね。そこなんです。人的結合なんですよね。人的結合、物的結合ではなくて、はい、で物的結合ってのは今まさに田村さん言われた上場株式会社なんですよ。これ本来物的結合なんですが、しかし日本ではそれを人的結合に切り替えてしまって、今に至っている。これはいろんな事情があって、起きたことですけれども、その結果が悪い方に今行ってるな。なぜかっていうと、その人的結合はものすごく強い。ですから簡単なことでは切れない。今買収防衛策とかいろいろ会社法改正とか話題になってますけども、その幹部従業員協同組合たる巨大会社、あるいは中くらいもそうですけども、その会社にとって抜けることのできない、なんていうかな、伝統だと思いますね。なるほどね。加藤さんいかがですか。この本の中にも出てくるんですが、なぜ幹部従業員協同組合が悪いかというと、結果的にですね、この本270経営者として力のあるものがリードする時代なんだと。ところが力のある経営者を生み出せない。今時代が何を求めているかでなくて、我々の論理で、例えば私がいた新聞社であると長らくですね、政治部出身経済部出身、政治部経済部政治部経済部と、社長を、政治部と経済部でお互いに出してた伝統がありまして、これってやっぱり幹部従業員共同、ある意味ではエリートたちの新聞社のエリートたちの自分たちの都合で、それはそれで政治部経済部でバランスが取れてるとも言えるんですが、自分たちの都合でたすき掛けですね。いわゆる。これは日本だけなんですか。日本の国民性というか何なんでしょう。日本だけだと思います。そして、もちろん世界広いから他にゼロかはどうか分かりませんけども、日本の国民性実はですね、私の考えではこれ松本隆さんという、方に教えていただいた「持たざる国への道」というですね、誠に知的に面白い本なんですが、その本を読んで教えていただいたんです。それは何かというと、江戸時代の日本は、大阪が銀本院、江戸が金本院であった。しかし事実上管理通貨制度、つまり金属に頼らないで紙で、もう経済が回っていた。なんでか、人と人との信用で回っていたからだ。信頼関係で。そうです。そういう国は日本しかない。少なくとも今はもう管理通貨制度当たり前になってますけど、当時江戸時代ですからね。ですからその長い伝統があってのことかなと思うと、私はその今加藤さんと言われた幹部従業員協同組合っていうのは自ら自戒するのではなくて、突き壊されるんじゃないかっていう思いが、心配がと言ってもいいんですけどあるんですよ。そのぐらい強いものがあると。でこれね、いいことなんですよ。日本だけ考えたら、みんなで、仲良く、あるいは仲間内でいいやつがなればいい。でもその典型的な姿が何かっていうと、次の社長は今の社長が指名する。そうすると常にいい人を指名すればいいけど、大体どういう人がなるか想像できるじゃないですか。今の社長にとっていい人がなる。お気に入りがなるってことですね。でなった人は前の社長がやったことは否定しにくい。あれしない。前例踏襲でいくと。そうです。でこれでは経営能力のあるリーダーがなることができない。またこの本には戦艦大和も出てくるんですけども、これについてちょっと話しましょうよ。私ね、吉田満さんという戦艦大和に乗ってらした方が書かれた本、
戦艦大和の最後っていう有名な本があるんですが、その中にですね3000数百人で 8.2% しか生き残ってないんですよね。でその中に臼渕大尉という21歳7ヶ月の方がいらして、こういうことをおっしゃってるんですよ。自分たちは本当の進歩を忘れていたんだ。つまり日本は、大和のまさに特攻をしていく大和の艦の中でですね、で私的な潔癖や特技にこだわっていたんだということをおっしゃってる。で私はね戦艦大和の最後はだいぶ前に読んでたんですが、この幹部従業員共同体のことを考えてた時にこの言葉を思い出したんですよ。そこがつながるんですね。で実は同じじゃないかと。で私の小説の主人公にですね、敗れて目覚める、それ以外にどうして日本が新たに救われるか、俺たちはその先導になるんだ、日本の新生に先駆けて散る、まさに本望じゃないか、これ引用なんですよね、と言っていただいてるんです。加藤さん、敗れて目覚めるということですが、まさしく大和がねよく言われるんですが、当時もう第二次世界大戦もう航空戦の時代になってたのに、やっぱりその共感主義っていうんでしょうか、なぜかというと仲間がいたから、失業対策だという仲間を裏切られないと。なるほどね。というね、そこでやっぱり戦艦大和という共感主義、そこにアメリカの航空機にも好きなようにやられてしまったと。それは我々の最大の反省、まさしく臼渕隊員が。そうなんですよね。ですから80年経ってまた同じところに戻ってきたっていうのが私の思いなんですよ。全く同じじゃないけど結局日本人はそこに戻って、だって江戸時代からずっと続いてるんで、そんな簡単に変わらないですよね。でもね、ですから、自ら壊れるんじゃなくて壊されるんじゃないかっていうのが私の心配。そうなんですよ。私も新聞記者時代ですね、経団連という大きな財界組織を担当したことがあります。そうです。その時これもいいか悪いかはまさしく、会長副会長約20社あるんですが、それが大体もう顔ぶれがですね、メガバンク、自動車、電気機械、今も鉄鋼ね、今もそんなに変わってないんですよね。ある意味ではちょっとどうしてもですね、これがね戦艦大和に見えてくる時があるんですよね。そうですか。まさしく今の日本を作り上げてきた人たちで、もうこれはもう尊敬に値する人たちなんですが、このままだとなんか戦艦大和に見えてくる時があるので、ぜひこの経団連副会長の人たちにこそこの本をちょっと読んでみたら欲しいなとなるほど思います。推進するということですね。どういう反応を示すまさしくここに出てくる飛鳥不動産、おそらく経団連銘柄と言われている会社かなと、勝手に想像したんですね。我が身のことと思うんですかね。どうでしょう。これはもう小説だって思ってしまうのか。どうでしょうね。加藤さんどう思われますか。私はね、意外とこの小説にね、そうだと思うような気がするんです。俺も最後の一花ね、皆さん会社叩き上げでいい大学出て、会社の一回アメリカ行ったり、経営企画に入ってちゃんと上に順に引き上げられてきた。で最後に社長会長、経団連も副会長を務めて世界を見た、分かってるはずだと思うんですよ。でこの小説を見て初めて背中を押されるんじゃないかな。私はね、今加藤さんのおっしゃったことと同じつもりで言うんですが、会社の中である程度に上り詰められた方、首脳の一人となられた方であればですね、ここ最終終わりの方に人事のことがいっぱい出てきます。なぜこの人を社長に選んだのかっていう経緯で、いろんな経緯があって社長になったよな、あるいはなれなかったなっていう思いがあって、みんな身につまされると思う。で私はどういうわけか若い弁護士の頃から巨大企業のトップにアドバイスするチャンスが多かったので、弁護士という立場から見てましたから多少客観視できた。
ですからその視点を盛り込んであるので横で言われるとそういうことだったのかというふうに思っていただけるんじゃないかと加藤さん思うんですけど、どうでしょうか。そうなんですよね。そこにもう一つ加えるとですね、この小説のもう一つのテーマである団塊の世代、団塊の世代というのはですね、私今60なんですが、ちょっと下なんですが、ある意味でもものすごい戦後民主主義のですねの洗礼を受けた世代。そうです。私昭和24年生まれで団塊の最後ですから。でその人たちがもう70になってですね、果たして日本というのはこのままでいいのかと、ちょっと違うんじゃないかと皆さん思ってるんじゃないかと。そうで、そこでですね、ちょっと違うと思って、さて一歩踏み出すことができるかっていうとですね、ある方が、読んでくださった方が感想をくださって、いろいろね反響が来ているということで、ちょっとご紹介しますね。ある方が、人は理屈として理解していても実際に大きな一歩を踏み出すにはなお別種の強い衝動を必要とするものだという点にも深く共感いたしました。その別種の強い衝動というのがですね、75歳の女性と77歳の男性との団塊の恋なんです。なるほどね。そこに恋愛が絡んでくるということなんですよね。そうです。その衝動っていうかな、その強い衝動がなければ踏み出すことができなかったものが踏み出す力になった。他にも反響来てるのでご紹介しますね。すべてのことにリアリティを感じ、ハリウッド映画を見ているような気分で読了しました。でこの方は玲子のような人に会いたくなりました。これヒロインなんですよね。玲子という花の女王に会いたくなったというふうにおっしゃっていて、でもう一つ、団塊の男女の恋の結実、芳醇な香り、予言の書だとおっしゃっています。いや過分なお褒めのお言葉ですが、それぞれ巨大な不動産会社の首脳であったり、あるいはメーカーの経営陣であったり、それから巨大マスコミのトップであったりという方々からが読んでくださってですね、皆さん推薦していますね。私がお願いしたんじゃなくて、こうだったよって言ってくださったんですよね。でも牛島さん、これ日本買収とありますが、一度負けて日本はまた立ち上がるんですよね。これはね、加藤さんに解説していただいて、私気がつかなかったんだけど、加藤さんに解説していただくのがいいと思う。私ね、この本を読み終わった時に、さあ日本を壊そうと、俺はもう裏切り者と呼ばれてもいいという75歳同士の75と77、男77、7歳ですね。その時、結果的に外相が変われるわけですが、いやもうちょっと何か足りないなと思ったんです。でたまたま第3の買収、これも牛島さんの本ですね。いつ頃の？かなりもう2007年、これもねやっぱりファンドが出てきて買収がされるんです。これは第3の買収。第3とは何か、ちょっと専門用語で EBO というんですが、エンプロイヤーバイオットですね。つまり従業員が立ち上がって、いやこの会社は私と我々のもんだと、外資のもんでもないと、結果的に外資の助けを借りるんですが、第3のファンドが出てきて、その助けを借りて中堅の従業員の必要クラスがもう一回この会社は我々のもんだと立ち上がるんですよね。で単に買われるだけじゃないんですよ。会長社長がなんか好きなことやって私腹を凝らして、そういうではなくて、私その従業員がですね立ち上がるという。そうなんです。社長がですね、自分の会社を買収しようとして、そして、カウンター TOB を行うんですが、そしたらそこでですね従業員、確か違ったら言ってくださいね加藤さん、10年私はこの会社に勤めてますというホームのですね、室長だったかな、その女性です。女性ね。その女性が私はこの会社にどうしてもいたいということで上司と相談して第3の買収者を連れてくる、立ち上がるんだという物語なんですよね。私をもう一度大きくしたいと。牛島さんもこの日本買収とその第3の買収って
特につながってはいなかったんです私ね。の中ではつながってなかったんですが加藤さんが加藤さんが教えてくれたんですなるほ。一番のファンですね。そうなんですね。でまたやっぱり会社って誰のものかというと、やっぱりすいません、いろんな説がある、はい、もちろん株主だというのが私やっぱり従業員のものじゃないかなと実は思ってまして。いや私は株主のものだとは思いません。株主というのは会社法に書かれた権利を持っていることは間違いないですが、所有権ではないです。それから従業員も所有者ではない。しかし従業員は生きてますから、そして価値を作ることができる。これは人間だけですから。従業員だけです。株主は価値作れないです。なるほど、価値を作れるのは従業員、そうです。さあそろそろ時間が迫っていますが、最後にお二方何か言い足りないことがあれば、さあ今ありがとうございます。加藤さん。ちょっと分かりにくいんですが、幹部従業員協同組合というのは、いい面もこれまであったんですが、もう限界に来てるだろうと、そこをなんとか打破しなきゃいけない、この本にヒントがあると。でついでではないんですが、その処方箋も先生の20年前ですかの本にも書かれている。20年近いですね、そういえば。ね、第3の買収第3の買収の中にもあったと。私は特に最後に申し上げる、とすればですね、とにかく読んでいただきたいと思うんですよ。でこんなの馬鹿げてるよっていうご批判でもいいと思います。でもですね、このままいったら私はここに書かれている通りになる気がする。ジャパンフォワードではこの最新作の翻訳ができ次第英語で世界に発信します。世界の読者からどういう反響があるのか本当に楽しみですよね。はい、ということで今日はここまでです。また次回よろしくお願いいたします。ありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました、加藤さん。